バーケンです。400km 離れた実家の倉庫に保管していた大量のゴミ。1ヶ月ぶりに実家を片付けに行ったら、ゴミが消えてなくなっていました。これは泥棒の仕業ですか？大量の庭石を無料で片付けてくれた造園さんがやったのでしょうか？それとも灯籠を片付けてくれた父の友人がやったのでしょうか？それとも本当に泥棒でしょうか？もしかして神様かもしれません。あのゴミなくすのに10万や20万くらいかかってもおかしくない感じです。別の動画にもあります。そして小さい倉庫にあった衣類を中心としたゴミも消えてなくなっています。大きな船の模型もなくなっています。工具小屋をチェックしますが、ここはまだ残っていました。ということで、金目のものも若干あったかと思いますが、あの倉庫がこれだけ綺麗になってくれて、お金も0円。私にもついに追い風が吹いてきたと思います。家の周りを回りながら雑談します。探していた写真が見つかりました。子供の頃のバーケンと父と姉とです。この黒い動物が何なのかは動画内で発表します。以前に移動した枯れ枝がそのまま腐らずに何も変わらず佇んでいます。子供たちが私の喋り方を真似します。普段の喋り方と YouTube の喋り方が違うと言われます。ホタテの貝殻も相変わらず時が止まったままです。この辺には鳥小屋が相続時点で存在していましたが、父の友人が壊してくれました。この父の友人がゴミを片付けてくれました。父が死んだ年のお米の収穫、この方が全てやってくれました。お礼にコンバインをタダであげました。大盤振る舞いしすぎと父の姉から言われましたが、ちゃんと片付けに協力してくれているので無駄ではなかったのかもしれません。家の周りは散らかっていて片付けたいのですが、それよりも農地が散らかっていて家の片付けは手つかずなんです。父が急死してからこれまで大変でした。頭と体、精神力、総動員で戦ってきました。だんだん効果的な片付け方が身についてきました。毎回時間がないのです。日帰りなので数時間作業して帰ります。行きも帰りも4時間で往復8時間です。ある日の映像、こんな時間から出発しています。バーケンです。今2時43分です。今から新潟県に向かいます。動画はまだ3分半なので、散らかった家の中もお見せします。そして最後の展開が面白いので、ぜひ最後までお付き合いください。今回は iPhone で撮影しています。1万円で買った撮影用カメラ、静止させるとそこそこ綺麗ですが、動くとダメだと分かりました。ムソンウルトラ1という型番です。ゴミを捨てる時間などないためゴミは放置。私が現地の人と話をしている間に妻がゴミをまとめてくれます。さっきの黒い動物ですが、ツキノワグマです。新たな写真が8枚見つかりました。でも小出しにします。父は住宅地で数年の間ですが、ツキノワグマを飼育していました。昔からやることが規格外なんです。この日の作業が終わり、自宅に戻る前にゴミを捨ててくれた方にお礼に行ったのですが、ゴミを倉庫に置いておけばそのうち捨てておくよと言ってもらえたので、ゴミを倉庫に移動します。この日はもう疲れて帰る予定でしたが、
再度実家に戻り、最後の力を振り絞り、ゴミを移動します。以前はこの扉閉まっていたのですが、扉が外れています。地震のせいだと思います。泥棒さんいますか？でも取っていくものないですね。時間がない、急げ。これは等倍速です。15分と時間を決めて運べるだけ運びます。衣類品が中心ですが、ただで捨ててくれるなんて夢のようです。でもただではなくて高価な納期を譲渡したのでした。納期に乗っている人はどんな人でも胸を張って自信満々な表情をしています。車でいうと高級車に堂々と乗っている人みたいなものだと思います。早送りしていません。大急ぎです。趣味のランニングは相続で役に立ちます。先ほど家の中を案内しましたが、そのゴミを運び出しています。ゴミをどんどん運びます。運ぶだけ運んで、あとはお掃除の神様が片付けてくれるのを祈ります。ゴミを移動しているだけですが、もう少しで終わります。さらに最後にまだまだ驚きがあります。衣類のゴミが終わったので、少し難しそうなものも神様へお願いしてみます。相続のゴミ、皆さんはどんなゴミでお困りですか？よかったらコメントをお願いします。父の友人、こんなに出して大丈夫かなって思いますが、甘いことは言ってられません。なんとかするのが父の親友 M さんです。父と M さんとはちょい悪仲間だったみたいです。でも父が死んでもこうして助けてくれて、私には神様のような人です。わけのわからないゴミが出てくるので、気になる場合映像を止めてみてください。皆さんが映像を止めた場所は YouTube を管理している私にはわかるので、動画の何に興味があるのかわかります。さて、鍵を閉めて自宅に帰ります。倉庫にゴミがいっぱいになったのですが、その画像を撮影し忘れました。アホです。ここからは合成音声です。高速道路に乗ると車の調子が悪く、最高時速 80km しか出せず、エンジンが止まりそうな状態でした。サービスエリアで停車してもエンジンを切れば再始動できない恐れがあり、修理のめども立ちませんでした。この車はすでに27万キロも走行しており、自宅までまだ 300km はあります。翌日も仕事があったため、私は時速 80km の低速で無理を承知で自宅に向かうことにしました。この事態の原因は、撮影用のバッテリーを車内で充電するため、
エンジンを一日中かけっぱなしにしていたことにありました。妻に運転を代わってもらうことも検討しましたが、事故のリスクを恐れ、私が最後まで運転を続けました。眠気は最悪の事態を想像すれば吹き飛び、なんとか家までたどり着くことができました。妻は車内で眠りについていました。新車を購入する余裕もなく、現状を見守るしかありません。ご視聴ありがとうございました。